にちは、あごひげバイクチャンネルです。いやー、年末ですね。年末といえば年末調整、副業してる方は確定申告も控えてますけど、というわけで今回はお金にまつわる話ですね。 YouTube の収益金の話をしたいと思います。私今登録者が3500人ちょいいらっしゃるんですけども、大体それぐらいの人の YouTube 収益金って一体どれぐらいなんだろうと気になる方多いんじゃないかなと思うんですよね。登録者がねもう100万人とかねいらっしゃる YouTube の人はもう、かなりの金額稼いでるっていうのは想像できると思うんですけど、じゃあ収益化が始まった1000円とかね、あるいはそこから増えていって2000、3000と、なった時に一体収益金ってどれぐらい発生するんだろうかと。このチャンネル収益化して大体2年ぐらい経つんですけど、直近1年の収益の状況と、あとはどういったね収入の得方があるのかというお話をしていきたいなと思います。これから元ブログを始めて広告収入を得ようと考えてたり、単純に人の収入って気になるよねっていう方いらっしゃると思うので、そういう方の参考になればいいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。まず最初に登録者と収益に関係があるのかっていう話なんですけど、実はね直接関係はないんですよね。タイトルにチャンネル登録者3000人の収益みたいな書き方をしてますけど、ご存知の方は多いとは思いますけど、動画の再生数ですね、もっと言うと広告の表示回数によって YouTube の収益金っていうのは変わってくるんですよね。なので同じ3500人でもね広告の収益状況に関してはだいぶ差があるんじゃないかな。人によって結構ばらつくんじゃないかなと思ってます。 YouTube の収益って一口で言ってもいくつか種類はあって、大きく分けてね2つあるんですけど、1つは YouTube っていうかGoogle からですね直接振り込まれるお金と、あとはそれ以外っていうくくりになるんですけど、まず1つ目のYouTube から得られるお金、 Google から支払われるお金も内容はいくつか種類があって、一番大きいのは広告収益になるんですけど、動画を再生した時とか、あとは中間で、広告が入ってくると思うんですけど、それの表示回数だったり表示長さによって、得られる収益っていうのがありますよと。通常の動画もそうですし、あとはショート動画なんかもね、広告収益発生する仕組みになってますね。もう一つがスーパーサンクスとかスーパーチャット、いわゆる投げ銭ですね。配信メインでやってる方はこっちの収入の方が多いのかなという気もしますけど、配信してる最中に視聴者さんからお金をボンボン投げてもらう。VTuber の方なんかはねもうこれでかなりの収益、出てるんじゃないかなと思うんですけど、配信がメインの元ブロガーの方ってほとんどいない気がするので、ほぼあれですね広告収益になるんじゃないかなと思います。でもう一つがその他っていうくくりをしましたけど、グッズの収益だったり、あとはアフィリエイトだったり、あとは案件関係ですね。でこれはもちろん支払われる先はそれぞれの企業とかになってくるんですけど、収入っていう意味で言うとそこまで安定した収入ではないんですよね。動画の再生数に応じて広告収益って支払われますけど、そのグッズとかアフィリエイトとか案件は、その物が売れたりとかね企業から仕事もらって発生するものなので、割と額としては変動が大きいかなと思います。はい。てなわけで、収益の種類をお話ししたんですけど、私の YouTube 収益のメインになってくるのは、広告収益の部分になって、で、大体それが8割、7割、8割ぐらいですかね。残りの3割ぐらいはアフィリエイトからの、収入になっていますと。広告収益に関してなんですけど、さっきちらっと言いましたけど、その動画の再生回数、もっと言うと広告の表示回数に応じてね、収益が支払われる仕組みなので、登録者めちゃめちゃ多いけど全然動画投稿してませんとかね、あるいは登録者少ないんだけど投稿頻度がすごい高いと、広告がめちゃめちゃ表示されてるっていう人は、当然収益は高くなりますよね。なので、再生回数をベースにちょっと話をしようかなと思うんですけど、まず私のチャンネルの中で一番再生されてる動画で20万回超え、過去の動画なんかはありがたいことに数万回再生されていってるので、今まで出した動画がね継続的に日々再生されることで、その月の再生回数っていうのが徐々に増えていってはいるんですけど、月で鳴らす
ますと、だいたい4、5万回ぐらいなんですよね。再生回数が。それもね、なんか時期とかね、動画を出したタイミングでだいぶ左右はされるんですけど、月で言うとそれぐらいですね。で、気になる広告収入はじゃあ、一体いくらなのかという話ですけど、広告収入はだいたい1万5000円前後っていうところですよね。ただ動画をこう1本出して、それが短い期間でね、数万回再生されたりすると、その単月で、2万超えたり3万超えたりっていうケースはあるんですよね。で、単価はね、言われてる通り1回 0.3 円とかそんなもんですよ。これがリアルなところですね。私動画の投稿頻度月2回で、それで月1万5000円なんでね、割に合う仕事ではないかなって気がしますけどね。撮影して編集してっていうところを考えると。で、あと、アフィリエイトの方は、これもね、季節だったり、Amazon のセール状況でもだいぶ左右されるんですけど、これがだいたい3000円ぐらいかな。月によっては5000円とかね、6000円ぐらいまで行くことはありますけど、安定して入ってくるのは3000円ぐらいかなと思いますね。で、さっき話したように、そのスーパーサンクスとかね、っていうのはもうごく稀なんですよね。あと、配信は私やってないので、そのスパチャ得られる収益もなくて、あと企業案件に関しては、ちらほらお誘いはいただいてますけど、基本的にはその現物支給、報酬出しますよっていう企業さんもいらっしゃいますけど、基本的には現物支給っていう形が多いのかなと思います。もっとね、多分有名になると、報酬ついたって形になるとは思うんですけど、なので、トータルの収入でいくと、2万円弱っていうところですかね、月に。年間にすると、20万やっと超えるかな、超えないかなとか、そういうレベルですかね。何が言いたいかというとですね、金儲けのためにやることではないなっていうところです。収益目的でね、YouTube 始めようかなと思う人もいるかとは思うんですけど、バイクが好きな人は単純に、バイクを乗って楽しんだ方がいいんじゃないかなと思いますし、動画制作がね、好きだっていう人は、YouTube やってもいいと思いますけど、収入目的でやるのはちょっと、やめといた方がいいかなと思ってます。はい。というわけで、登録者3000人の収益ということで、YouTube 収益に関係するところをお話ししました。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。収益に関する動画はね、そんなポコポコ出さないと思うんですけど、引き続きグッズのレビュー紹介だったり、あとはボンネビルに関するあれこれですね、動画を投稿していこうかなと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。